でもう一つが俺が打ってる写真で、はいはい、東京スタイルって書かれてる。東京スタイルかっこいいですね。要は超バカにしてる記事なの打ち方はクリケットになってない、はい、まあ言ってみれば東京スタイル、はい、で片っぽで投げ方になってない、はい、だって肘折れてるって書いてある、ブレイクって書いてある、折れてるって書いてあって、俺たち喜んで、英語わかんないから喜んで、もうお前これ乗ってるぞって言うから、もうこんな束で新聞買って、嬉しいと思って持って帰ってきて、日本帰ってきてから訳してもらったら、ケチョンケチョン書いてあって。1990年の3月、2月終わりから3月にオーストラリア行ったんだよね。そう、それでいまだにずっと付き合いがあるんですけど、キングスグローブスポーツセンターっていうクリケット道具のお店、クリケットショップ、キングスグローブスポーツセンターって、キングスグローブって駅があって、駅とは地名ですけど、オーストラリアシドニーので、そこの駅があって、その駅前の言ってみれば商店街の一スポーツショップだったんだよね。そこに私がブラッと入ったんですよね。それでオーナーのハリー・ソロモンっていうのがスリランカ人なんですけど、まあ座ってたんだよね。それでブラッと入って、まあ、道具を買って、日本人が道具買うなんてね、まあ初めて、なので、まあ、今でいうショップカード、まあ、名刺だよね、名刺もらって俺も連絡先渡してみたいなのが1990年3月かな、でそっから付き合いが始まったんですよ。そのキングスグローブスポーツセンターとハリー・ソロモンとの付き合いがいまだにつながってるんですけど。ちなみにどういうつながりなんですか？それがスタートで、ハリーはですね、ハリー・ソロモン、キングスグローブスポーツセンターはその後、まあ、ビジネスを拡大していってですね、各州、オーストラリアの各州にお店を出すようになり、でクリケットアカデミーを始めるようになり、アカデミーの教えた子たちがオーストラリアの代表選手になるようになり、要はオーストラリア代表選手をオーストラリアのナショナルチームがそこから生まれるぐらいのアカデミーになり、でハリーはハリーでオーストラリアから最も成功した移民ということで、スリランカ人なんで移民ということで国から表彰されるようになりとか、すごいですね。でこっちはこっちで、そこからサークルを大きくし、でまあ教会作りとか、まあそんな風にこっちはこっちで大きくなってって、向こうも向こうで大きくなってって、出会った時は始めたばっかしの1年も経ってないクリケットのくの字も分かんないような小僧と、まあ駅前のスポーツショップの親父だった、それからずっと今や家族ぐるみの付き合いですから。すごいですね。そうスリランカと縁があるなと思う一個はそこだよね。まあ、彼がスリランカ人だったので。ハリーさんは今もオーストラリア？そうそう、もちろんもちろん。もう息子のハミッシュっていうのがしっかり継いで、彼はもう代表のコーチとかするぐらいすごくなっちゃってまあでうちらはその翌年92年に初めてオーストラリアに中央大学単独で行って、で92年から2年ごとに94、96、98って2年ごとに2016年までずーっと2年ごとにで、そのたんびに毎回全部必ずハリーとSキングスグローブスポーツセンターとでコーチしてもらったり、道具買わしてもらったり、試合をアレンジしてもらったりとかいうのを全部ずっとこの30年間お世話になりっぱなしで、向こうもね、向こうの子供とうちの娘も友達になっちゃってみたいな、いうにもう本当に家族ぐるみの付き合いだよね。ハリーはね、よく俺のこと紹介するときに、俺は彼からケニーから日本酒の飲み方習った俺は代わりにカレーの食べ方を教えたっていうのが嘘だけどね、だよねその前からカレーぐらい作ってたって話だけどそう教わったんですね。そうっていうふうに、まあ、冗談でギャグで言うよね。もう本当家族ぐるみですげえよくしてもらって、いまだによくしてもらって、そうなんですよ。それでいくとね、ちょっと面白い話っていうか、まあちょっと飛んじゃうけど、これ本当すごいですね。キングスグローブスポーツセンターに残ってないと思うんですけど、中大が単独でオーストラリアに92年の
春に遠征行くんですけど、その翌年の92年から93年に向けてのカタログなんですね。でですね、これが届いたわけですよ。これが届いたわけ。これがね、なんだっけ、郵送で、これその当時のカタログなんですが、ぐわっと広げると、オーストラリアのシドニーにあってね、そのハリーのお店のキングスグローブで、そこから取引したことがある国に、このシドニーから線が出てるんですよ。でね、これ日本があってですね、これ日本あるんですよ。ピューピューピューってこの iPhone みたいなでギュギュギュが大きくしていったら、この下は中央大学ですよ。だって中大が初の日本人の取引先ですから。これが当時のハリー・ソロモンなんですけど、もう今やすっかりおじいちゃんですけど、でここに日本があって、でこれが届いた時にみんなで超感動して、いやいや、この線の先のこの日本のこの黒点の黒い点の下って俺たちだぜって。なるほど。そう、これは俺たちだぜって言って。粋ですね、ハリーさん。そう、これは本当感動しました。これが届いた時に。なのでもう今から30年近く前のものですけど、取ってあるんですよ。それも同じハリーさん。そうです。キングス。これハリーんちにもないんじゃないの？ハリーんちにもないんじゃないかな。そうそう、こんなんだったんだよ、こんなんだったんだよ。昔の。そう。で、ハミッシュ赤。ハミッシュは誰ですか？これせがれ長男。ハリーさんの長男。そう。今さっきの話。とこのね、これですよ。ここから各国取引先にね、取引したことある国にこう線が行ってるんですよ。ピューッと。ここですよ。これ日本。しかもこの黒点の下、中央大学。しか取引してないわけですからね。そう。だってハリーが初めて取引した日本人俺だから。だからこれは中央大学八王子ですよ。これはなのでこのパンフ届いた時はやっぱり感動しました。本人見てるかって言ったんだけど、それはハリーさん。いや、ハミッシュ。息子さんですね。そうです。これはもう記念のキングスにも残ってないんじゃないでしょうか、このパンフレット。キングさんは今でも世界中に取引してる。大きくなりました。帰国したんだけど、この間本いっぱい買ってきたって言ったじゃないですか。あれと同時に道具もいっぱい買ってきたんですよ。日本じゃ売ってないからね。道具いっぱい買ってきて、いっぱい買ってきたって言っても限界あるんだけどね、一人が持てる量なんて限界があるので。ただこの間もちょっと言ったけど、スーツケースってそんなにあんま今みたいにこう厳格じゃなかったから、何キロ以上罰金とかね、あんまりうるさくなかったんで、多分ね40キロぐらいですね。一人のスーツケースヘビーウェイトってシールバシッて貼られてましたから。でその中にボールいっぱい入れてきたんですよ。クリケットのボールダースで。これは何だと。誰も見たことないから、クリケットのボール。この中身は何だってな、それこそね、中身になんか麻薬でも入れてきたんじゃないかって疑われてね、クリケットのボールだって言って説明して納得してもらうの結構大変でしたけど、なんかいろいろ大変なんだよね。革製品とかね、クリケットのボールって革だから、革製品の輸入とかって結構大変じゃないですか。ちゃんとしたこう手続きいるじゃないですか。であれボールスポーツ用具とはいえ革なんで、そんなんでね、なんか止められたりしましたね。でもなんとかかんとか持って帰ってきたんで、そこでやっとこの間見せた手作りウィケットが卒業かな。ちゃんとウィケットが本物が手に入ったんでね。ようやく。それで帰ってきて新入生勧誘するわけですよ。自分らに今度2年生になりますからね。今度2年生になるんで、そうすると当たり前ですけど、新入生は次の代を勧誘しなきゃならないんですよね。で、僕たち先輩いないから、その勧誘の段取りっていうか、勧誘をいつから準備するとか、どんなものがいるとか、何にも教わってないっていうか、1年生で作ったから上級生いないから分かんないんで、
そうするとふと気づくとですね、もう3月末なんだよね。3月末でもうあと1週間ぐらいで入学式だぞみたいな。そうするとあれ、新入生勧誘ってしなきゃいけないんじゃないって、そこで気づくわけ。新入生勧誘の準備をしなきゃいけないんじゃないかってなって、いろんなもんいるじゃないですか。例えば新歓合宿、新歓コンパとか、あとビラとかポスターとか、そういうもんがいるよね。そんなんで何一つ準備してなかったんで、何がいるかも分かんないんで、それでね、とりあえず新歓コンパや新歓合宿っているよねってやるよねと。でね、新歓合宿の場所を探してで宿取んなきゃなんないんですけど、もうね、あの頃バブルだったんで取れないんだよね、遅くスタートすると。これ安い、例えばラグビーで有名な菅平とか、あと海が近い九十九里とか、そういう、房総半島とか、そういうのってもうとっくにテニスサークルとかいろんなサークルが取っちゃってて、もういわゆる安い旅館は抑えられないんですよ。空いてないんですよ。でさあ困ったってなって、で一体自分たちのサークルに何人新入生入るか分かんないしね、どうしたらいいか分かんない状態になってて、で知り合いを介して旅行会社のつてたどってって、で取ったんですよ。そこしかなかったから。それが軽井沢プリンスホテル。軽井沢プリンスホテルでね、ツインの部屋で、普通合宿って何人かで一部屋泊まるじゃないですか。畳の部屋とか雑魚寝できるような。ツインですよ。一部屋に2人ベッド2つっていうツインの部屋ですよ。それが何部屋取ったかな。で軽井沢プリンスホテルって高いんですよ、学生からしたら。ほんで大宴会とかなんか大広間とかでこうやったりするんだけど、もうそんなのもないの。その軽井沢プリンスホテル当時もう抑えられちゃってね。とにかく宿、ホテルは取った。でね、新歓合宿って普通一泊ちょっと安くなるわけですよ、新入生って。例えばで1泊5000円で泊まる、5000円あれだけど、8000円で泊まるとしたら、1泊8000円取らないで1泊5000円にするとか、要はお得にしてあげるわけなので、このサークルの合宿おいでよ、このサークル選んでねみたいなにするわけですよ。でね、正確な金額覚えてないけど1泊1万いくらしたんだよね。でね、安くしようにも限界あるじゃないですか。だって世の中の合宿が半値ぐらいでやってたりするところ、こっちそもそも倍だからね。でそんなんで太刀打ちできないんだけど、でも安くしないとならないんで、安く値段設定したんですよ。でもさ、その前にね、新歓コンパね、思い出した。新歓コンパね、60人ぐらいしちゃったんだよね新入生がね。それで大赤字ですよ、そんなの。だって50人目ぐらいの安く上げてる金額に対して全部先輩が払うんだからね、大赤字。ではクリケット・イン・ザ・シネマ、今回はグッバイ・クリストファー・ロビン、グッバイ・クリストファー・ロビンっていう映画です。これはですね、2017年、比較的新しい2017年公開。でも日本では未公開、日本では公開されなかった映画です。でこれのクリケットが出てくるシーンってまさに冒頭、一番最初出てきます。でこの主人公のアラン・ミルンが第一次世界大戦から帰ってきて、いわゆる PTSD、 心的外傷障害 PTSD になっちゃうんですね。で悪夢見るみたいなところで、クリケットのボールをうわーって投げるシーンがあるんだけど、それがそのまま手榴弾みたいなでバーンって爆発してタイトルが出てくるっていうような感じで、冒頭にクリケット使われてます。で結局ね、このミルはその後都会での生活がちょっと PTSD で無理で、奥さんと一緒に田舎に、森のあるすごい自然の田舎に行くんですね。それでそこで子供が生まれるんです。で子供が生まれて、だけど奥さんが全然ミルも作家さんなんです。ミルは作家さんで新作全然書かないからっていうんで、奥さんしびれ切らしてもう都会に帰っちゃうんです。で子供一人とからお手伝いさんとミルが残るんだけど、お手伝いさんもお母さんの体調悪くなって実家帰っちゃうんです。
で結果子供と2人だけ森の中に残されて、で森の中で子供とずっと遊んでるうちにだんだん構想が浮かんでくるんです。でその子供クリストファー・ロビンが子供の名前なんだけど、子供がずっと持ってるテディベア、それが元になってできたのがくまのプーさん。これくまのプーさんを描いた人の話です。でこのくまのプーさんを描いて、そこに出てくる登場人物がそのまま自分の息子の名前クリストファー・ロビンっていう名前をそのまま使ったん。さあこのくまのプーさんがめちゃめちゃ世界中で大ヒットしていくんですよね。世界中で大ヒットしてって息子の名前が売れてっちゃうんだよね。だんだんそこから家庭崩壊につながっていっちゃう。要は家族が一家団らんの時間が奪われていっちゃって、でまあ今度は子供が大きくなっていわゆる全寮制の学校に入るんです。でそれ学校入ったらとにかく有名になったから、クリストファー・ロビンって学校でもお前くまのプーさんの主役の子だろって言っていじめられるんですよ。でそこからそういう人生を彼は送るのね。大きくなって今度は第二次世界大戦に息子が行くことになるんですよ。そんな話なんですけど、そのクリケットのシーンはその森の中でパパと二人っきりで過ごしてる時にほとんどが自然を相手に遊んでるんだけど、唯一遊んでるゲームがクリケット。自然以外で遊んでるゲームがクリケットで、パーンで4打ったぜとかって言ってやるシーンがあります。それと後半にその全寮制の学校に入るんだけど、その時も先生から君はクリケット上手かいっていう質問をされたりするのがあるので、その辺でクリケット出てきます。ちなみに第二次世界大戦で死んだと思われてたクリストファー・ロビン息子で、お母さんもからお手伝いさんもみんな悲しみにふけるんだけど、ケロッと帰ってくるんですよ。息子大丈夫だった、死んでなかった。で帰ってきて、でそこで戦地で世界中でその自分のお父さんが書いたこのくまのプーさんが実は有名で、自分の名前が有名で、みんながこのくまのプーさんのこと大好きでと、改めて戦争から帰ってきて父の偉大さを知るんだよね。で仲直りするんです。そこで結果的にですけど、この息子さんはその後くまのプーさんの印税を一切受け取らないで全部寄付したっていうのが実話で残ってるらしいけどね。ということでこれなかなかいい映画なんで、ちなみに主役やってる、俳優さんはこのドーナルド・グリーソンは最近のスター・ウォーズ3部作で将軍の役で出てます。あとね、このダフネっていうお母さん、このマーゴット・ロビーっていう女優さんはハーレクイーン役で結構狂気の役やって最近有名ですけど、この中でもなかなか強烈な奥さんの役やってますけどね。というわけでこれ日本未公開ですけど、グッバイクリストファー・ロビン、ぜひよかったらクリケットのシーンありますので見てみてください。